ここはとあるおとぎの世界。森の中に一軒の不思議なお家がありました。そこには4人のおかしな魔女っ子たちが住んでいて、毎日お菓子を作っては食べ、作っては食べ、それは幸せに暮らしておりました。おいしいよ。お菓子よ、お菓子よ、お菓子さん。どうしてこんなにおいしいの？それはね、このスイーツたちは私たちが愛情をたっぷり込めて作ったからです。それに及川牧場の牛乳もたっぷり使ってもらいました。しっかりコクが出てるはずですよ。愛梨ちゃん、しずくちゃん、最高だよ。今日は最高のスイーツパーティーだよ。お待たせー。おかしなお姉ちゃんたち、おいドーナツ持ってきたよ。さあ食べよ食べよう。はーい。今誰か何か言った？もしかしてこのドーナツ喋った？ついにドーナツの心の声が聞こえるように。ドーナツじゃありませんけど。よいしょ。森久保ですけど。ののちゃん、もしかしてずっと机の下に？はい。プロデューサーさんに呼ばれてきたはいいけど、落ち着かないのでここに。それで机の下で夢見ていたら何やら始まってしまったので、出るに出られず。なんだ、早く出てきてくれればよかったのに。いっぱいお菓子あるから一緒に食べよいいんですか？いいに決まってるよ。お菓子はね、みんなで食べた方が美味しいんだよ。そうそう。はい、ドーナツ。みんなで作ろう、ドーナツの輪。じゃあ、いただきます。おいしい。他にもいっぱいあるから遠慮しないで食べてね。5人いるし、これで全員かな？はい、メンバーは揃いました。あとはプロデューサーさんを待つのみですね。これお仕事の集まり？そうだよ。でもせっかくこのメンバーで集まるんだから、ついでにスイーツパーティーもやっちゃおうって。ついでに。スイーツ力が凄まじい。ってあれ、5人？さあ、みんな揃ったところでミルクティーで乾杯しましょうか。せーの、乾杯！乾杯！乾杯。プロデューサーさん、お疲れ様です。スイーツたっぷり用意してますからね。
その前にお仕事の話ですね。今回はどんなお仕事なんですか？わあ、夢のようなお仕事。嬉しいですね、ののちゃん。本当に森久保も他の皆さんはわかるんですが、なぜメルヘンおとぎ話、まあ読むのは好きですけど、私がメルヘン？メルヘンだと思うよ。だってほら、机の下の妖精さん。ああ、ののちゃんがいた机はいつの間にかちょっとだけ片付いてるらしいですね。森久保、ちょっとした都市伝説。メルヘンだとしてもスイーツ？ののちゃん、スイーツは好き？好きですけど。じゃあ私たちの仲間だね。はい。今回はスイーツ好きの5人でメルヘンで甘い世界に挑戦ですね。歌う以外にも何かお仕事があるんですか？なに？メンバーの皆さんに考案いただいたオリジナルコラボスイーツを制作します。だって。うわー、とっても楽しそう。どんなスイーツにしようかな。スイーツを考える？無理なんだい。私もお菓子作りはそんなにしないですからね。ののちゃん、一緒に頑張りましょう。はい。よーし、いっぱいオリジナルドーナツ考えるぞー。今日はこれで終わり？あとはユニット名決めですね。テーマがスイーツ×メルヘンで、曲の名前はスイートウィッチーズナイト。6人目は誰？お菓子の魔女子たちの歌だよね。お菓子、魔女たち、スイートウィッチーズ。スイッチーズのりこちゃん面白い。クッキー1枚。わかりやすくていいかも。じゃあこうやって英語で書けばじゃん、スイッチーズ。おー。それっぽい。っていうか愛梨ちゃん、英語できるんだ。すごーい。一応みんなよりお姉さんですから。素敵ですね。英語だとおしゃれですし。じゃあ決定ということで、スイッチーズのお姉ちゃん愛梨ちゃん、結成記念に掛け声をお願いします。はーい、じゃあいきますよ。みんなで甘く頑張ろう。あー
こうして新たにやってきた見習いの魔女っ子を加え、5人はスイーツ屋さんを始めることになりました。果たして見習いの魔女っ子は立派な魔女っ子になれるのでしょうか。そして彼女たちは一体どんなスイーツを作るのでしょう。おかしなスイーツ屋さんの物語、始まり。とってもかわいいアップルパイの魔女っ子はとってもうっかり屋さん。うっかり時間を間違えたり、うっかり服を脱いじゃったり、誰もが放っておけない慌てんぼうのお姫様みたいな女の子。そんな彼女ですが、お菓子作りの腕は一級品。今日もお得意のアップルパイを愛情込めて焼いています。ピッピッピッ、よろしくタイマーさんと。さあ、あとは焼き上がりを待つだけですよ。愛梨ちゃんって本当にお菓子作り上手だよね。手際がいいだけじゃなくってすっごく美味しくなりそうな感じがするの。あ、わかります。仕草の一つ一つが魔法をかけてるみたいでかわいい。そう言ってもらえると嬉しくなっちゃうな。お菓子作りはね、小さい頃からやってたの。決まった順番をちゃんと守るのがコツなんです。それに美味しくできたらパパもママも喜んでくれて、お友達が家に遊びに来る時にもパイを焼いたりして、みんなが幸せそうにしてくれるからどんどん好きになって。でも片付けだけはちょっと苦手でいつもママに手伝ってもらってました。確かに流しにボールが山積み、ところどころカスタードが跳ねて。あれ、今はできるようになったと思ってたんだけど。愛梨さんのそのお洋服にもクリームがついて。やだ、お洗濯しなくちゃ。よいしょ。愛梨ちゃん、ここで脱いじゃダメだよ。焼きたて熱々のアップルパイ、どうぞ召し上がれ。美味しい。焼きたてってたまらないよね。香ばしいパイにとろけるカスタード。美味しい。喜んでもらえてよかった。でもこれじゃオリジナルスイーツじゃないですよね。とりあえず作ってみれば何か思いつくかと思ったけど。難しいよね。結局プロの人が作ってくれるわけだし、普通のお菓子を考えてもダメなのかな。そうですね。何かいい手がかりはないかな。お菓子の魔女の曲だから魔法みたいなお菓子とか。魔法みたいな。あ、森久保なんかが横からすいません。聞かせて。ののちゃんのアイデア聞きたいな。もし愛梨さんが魔女だとして
どんな魔法を使いたいですか？あ、私暑がりだから早脱ぎの魔法とか。それはダメ。そうじゃなくって魔法の力で普段の自分にはできないようなことができるとしたら。そうだな。私ね、いつも誰かに守ってもらってばっかりだから、たまには攻めてみたいかも。私は特別何かができるアイドルじゃないんです。それでもそんな私を見てみんなが幸せになってくれるなら、ニコニコしてくれるならってアイドルになったけど、もし魔法の力で変われるとしたら、自分から積極的に何かしてみたいな。甘いアップルパイみたいな私から、もう少しだけスパイスが効いた刺激的な味の私に。愛梨ちゃんはたまにとっても刺激的でびっくりしちゃうけど。そう？でもね、びっくりされるだけじゃなくって、自分からびっくりさせるようなことがしてみたいの。それってすっごく楽しそう。これ以上びっくりさせられるとドキドキが危ないかも。よーし、そんなイメージでもう一度アップルパイを考えてみます。ありがとう、ののちゃん、かなこちゃん。こうして出来上がったお姉さんの魔女っ子の新作スイーツ。一口食べると、あらびっくり。ピリピリパチパチはじけるアップルパイ。ついついもう一口食べたくなっちゃうような不思議なパイ。甘いだけじゃありません。食べてびっくり、刺激的なアップルパイをどうぞ召し上がれ。ドーナツの魔女っ子はドーナツが大好き。朝からドーナツ、お昼はドーナツ、おやつにドーナツ、ディナーもドーナツ、一日のおしまいにお夜食ドーナツ。ドーナツを食べている時が一番幸せなドーナツの魔女っ子。一体どんなドーナツを作るのでしょう。ダメだ。私の中のドーナツはもう空っぽだよ。のりこちゃん、大丈夫ですか？ドーナツ全部食べちゃいました？午前中のレッスンで頑張ったご褒美に食べちゃって。じゃなくてアイディアが何にも出てこないんだよ。ドーナツの穴みたいに空っぽだよ。そう。アイディアってどんなものを考えたの？魔法のドーナツってことで、食べても食べても減らないドーナツとか、一口食べるたびに味が変わるドーナツとか。わあ。でもそれは作るのが難しそうですね。そうなんだよ。他にもちゃんとドーナツ帳に書いて、甘々ドーナツ、ほろ苦ドーナツ、カラフルドーナツ、サクサク系、ザクザク系、果物系、チョコ系、和系とか。いっぱい考えたんだ。
すごいね、のりこちゃん。ええ。でもそんなに考えてたら疲れちゃったでしょ。ちょっと一息入れませんか？かなこちゃんもしずくちゃんもありがとう。今日はね、事務所へ来る途中に話題のドーナツ屋さんに寄ってきたの。買ってきたからみんなで食べよう。それほんと？行列のところ？かなこちゃんありがとう。よーし、食べよう。おいしい。ふわふわだ。上品なドーナツだね。本当にのりこちゃんはドーナツが好きなんですね。でも好きだからって何でもできるわけじゃないのかな。こんなにドーナツが好きなのに、なんかこうハマるアイディアが出なくって。のりこちゃんはどうしてそんなにドーナツが好きになったの？どうしてかは覚えてないな。けどね、私ってね、小さい頃から誰かに何かをあげるのが好きな子だったんだって。お友達が集まるとさ、みんなでおやつ食べるじゃない？その時にママがいつもドーナツを買ってきてくれたんだ。ドーナツ屋さんが近くにあったのかな。それでいっつもドーナツがあって、そう、ドーナツってさ、一番嬉しいおやつだと思うんだ。いろんな味があって、どれにしようかなって選ぶのも楽しくて、それで必ず一人一個もらえるの。ちゃんと特別扱いされてる感じしない？なるほど。スナック菓子だとみんなでつまむ感じだし、ケーキはちょっと高いからいつもってわけにはいかないし。そう、ドーナツはさ、お手軽に食べられるおやつなのにしっかりとしたスイーツなの。だからこそたくさんの人を幸せにできるんだよ。ドーナツのことを語ってたらすっかり元気になりましたね。それでこそのりこちゃんだよ。好きだからって何でもできるわけじゃないって言ってたけど、好きだからこそ諦めずに頑張れるんだよね。よーし、食べ終わったらもうひと頑張り。みんなを幸せにする楽しいドーナツ見つけてみせるよ。ドーナツはみんなで美味しく食べるもの。ドーナツはいろんな味を選んで楽しむもの。ドーナツは一人一つの特別なおやつ。そこでドーナツの魔女っ子は考えました。一つのドーナツを作るのではなく、みんなでドーナツを楽しめるような仕掛けを作ればいいと。そうしてドーナツの魔女っ子は魔法でドーナツの木を作りました。さまざまな種類のドーナツが実る夢のような大木です。その周りには嬉しそうにドーナツを頬張る人々の幸せの輪が広がっていくことでしょう。ミルクの魔女っ子はのんびり屋さん。仲良しの牛さんからもらったとびっきり濃厚なミルクを毎日魔法のトラックで運んでいます。自慢のミルクを仲間の魔女っ子たちに使ってもらい、出来上がったスイーツをミルクと一緒に楽しむのが幸せでのどかな彼女の日常です。
うちの実家から牛乳が届きましたよ。わあ、ありがとうございます。これでまた美味しいカスタードクリームが作れますね。いっぱいあるのでたくさん使ってください。はい。そういえばしずくちゃんはスイーツ何にするんですか？実はまだ決めていなくてなんとなく乳製品を使った何かにしようと思ってます。みんなのお手伝いをしていたら何かヒントがもらえるんじゃないかと思っていたんですよ。そうだったんですねそういうことだったらとっても頼りになる子がいますよ。ののちゃん、机の下から出てきてください。呼ばれてしまいました。はい。この間私が困っている時にののちゃんがとってもいいアイデアを出してくれたんですよ。いや、そんな森久保は何も。そんなことないよ。魔法みたいなお菓子ってキーワードを出してくれたおかげで私のスイーツ作りが進んだんだもん。魔法みたいなお菓子。しずくさんは魔法で叶えてみたいこととかってありますか？そうですねもともと実家の牛乳をアピールするためにアイドルになりましたから。やっぱりたくさんの人に牛乳を飲んでもらうことですね。じゃあ牛乳 100% のスイーツ？あ、でもそれただの牛乳そうなんですよ。牛乳の美味しさを知ってもらうにはそのまま牛乳を飲んでもらえばいいですし、もちろん実家でもヨーグルトやソフトクリームみたいなスイーツは作ってるんですけど、でもお店で出すにはシンプルすぎるかなって。森久保、お役に立てず。いろんなスイーツで牛乳は使われてますからね。もしかしたらあんまりこだわりすぎる必要もないのかもなんて思ったりで。しずくちゃん、そんなことないですよ。牛乳が主役になるスイーツきっとできます。牛乳が主役、それとってもいい響きですね。いろんなスイーツの土台として支えている牛乳が主役になる。なんだかシンデレラストーリーみたいです。ミルクのお姫様みたいな。はい、素朴な牛乳だけど綺麗で華やかなお姫様のように。牛乳だって主役になれるって証明できるようなそんなスイーツ考えてみます。こうして出来上がったミルクたっぷりのスイーツはホイップクリームにミルクジェラート、ヨーグルトにチーズケーキ、ミルクの美味しさがぎゅーっと詰まったパフェでした。ミルククラウンをてっぺんにあしらって純白の練乳をストールにまとった
その見た目はお姫様のよう。間違いなく主役級のスイーツでした。いつもニコニコ笑顔が素敵なショコラの魔女っ子は、お菓子を作るのも食べるのも大好きな女の子。チョコレートはもちろん、マカロンにクッキー、クレープにカップケーキ、もちろんアップルパイにドーナツ、生クリームたっぷりのパフェも大好き。でも今日はちょっぴり悩みがあるみたい。お二人に質問。私と言ったらなんだ？お菓子？そうだよね。どうしたの？かなこちゃんがニコニコじゃないの、珍しいね。何かあったんでしょうか。私たちでよかったら話してみてください。のりこちゃんといえばドーナツじゃない？世界！それでしずくちゃんといえばミルクだし、愛梨ちゃんといえばアップルパイだと思うの。そうですね。私はミルク大好きですし、愛梨さんはアップルパイプリンセスですからね。ケーキ作りは全部上手ですけど。それで？三村かな子といえばこれっていうスイーツがないなって。曲はショコラティアラだけど。かなこちゃんってチョコだけじゃなくていろんなお菓子を持ってきてくれるもんね。それで悩んでたんですね。どのお菓子にすればいいのか悩んじゃいますよね。どれも美味しいですし。あとね、私だけのオリジナルの魔法は何だろうって考え込んじゃって。みんなそれぞれ美味しそうな個性があるけど、私の個性は。かなこちゃんもとっても美味しそうですけど、今日もいい匂いがしますし。そうそう、今日はね、じゃじゃん、シュークリーム。しずくちゃんからもらった牛乳で作ってきたんだよ。わあ、嬉しいです。後でみんなでいただきましょう。これっていうオリジナルがないって言うけどさ、逆に何でもいけるのってかなこちゃんだけじゃない？なんでも？そう、この間はドーナツ買ってきてくれたよね。あれ、私に合わせてくれたのかなって。私だったら誰にでもドーナツ持ってっちゃうもん。のりこちゃんの言う通りかも。私のミルクを使ってシュークリームに変えてくれたし、いろんなお菓子のいいところを取り入れて相手に合わせてくれるのがかなこちゃんじゃないですか。そんな風に思ってくれるんですか？嬉しいな。かなこちゃんはやっぱり笑顔がいいよ。お菓子を美味しそうに食べて幸せそうに笑ってるのがかなこちゃんだもん。二人ともありがとう。二人が見つけてくれた私のいいところ、自分じゃ見つけられない私の。よし、悩んでても仕方ないよね。そうだ、シュークリームを食べたらアイディア探しに付き合ってもらえない？も
もちろんですよ。でもどこへ？とってもいいところ。愛梨ちゃんもののちゃんも誘って、それからプロデューサーさんもいろんなお菓子の良さが詰まってるスイーツビュッフェ。どんな人でも喜ぶような魔法のお菓子たち。マカロンだけでもほら、こんなにカラフルでしょ。そうしてショコラの魔女っ子が作り上げたのは、それは大きなお菓子の家。クッキーの壁にチョコレートのドアベルはマカロンで、飴細工のガラス窓、全部がお菓子で作られた夢のようなお家。きっとこのお家なら誰もが喜んでくれるはず。そう信じてショコラの魔女っ子はおもてなしの準備をするのでした。一番新入りの見習いの魔女っ子。お菓子作りはあんまりしたことがありません。まだまだ自分に自信が持てない見習いの魔女っ子は、見習いの魔女っ子は何を書いてるんですか？愛梨さん、いつの間に。ののちゃんがここに来てるって聞いて、座って大丈夫かな？どうぞ。よかった。失礼します。私だけじゃなくって、私も来たよ。愛梨さんにのりこちゃん、どうぞ。お邪魔しまーす。今日は外のお店だからドーナツは我慢。ね、ののちゃん、ここのおすすめのスイーツは何かな？タルト、フルーツのが人気みたいで。よし、それにしよう。愛梨ちゃんは？じゃあ私も同じものをもらおうかな。店員さん、お願いします。お二人は何をしにここへ？それはもちろんののちゃんのお手伝いに。何かできることはないかなって思って。ほら、この間のレッスンの時悩んでたみたいだから。そう、魔法みたいなお菓子ってアイディアをくれたのはののちゃんだから。次は私たちがののちゃんを手伝う番だよ。森久保のためにわざわざありがとうございます。私たちユニットの仲間だもん。助け合うのは当然。仲間ですか。それでスイーツのアイデアはどう？どんなお菓子がいいか考えてたんですけど、森久保、お菓子作りは詳しくないので、まずはメルヘンな世界を考えてみようと思い。もしかしてそれで絵を描いてたの？そんな大層なものでは。ちょっとした絵とポエムで。でも今回の曲とかお菓子作りとか全体的に歌
とぎ話っぽいので、絵本に出てくるような魔法のお菓子なら、お菓子に詳しくない私でも思いつくかもって。すごいね。私そんなこと全然思いつかないよ。すごくない。全然すごくない。書き始めて皆さんのことは書けたのに、自分のことになるとさっぱりで、やっぱり森久保はダメ久保。ののちゃん、ダメなんかじゃないよ。自分のことって自分じゃ見えないこともあるの。私だってそうだったから。だからちゃんと自分のことを見てくれる仲間がいるんだよね。森久保を仲間って言ってくれて、必要としてくれて嬉しいです。だからちゃんとお願いします。スイーツの輪の隅っこでいいので混ぜてください。どうぞよろしくお願いします。輪っかには隅っこも真ん中もないんだよ。ドーナツはどこを食べてもドーナツだもん。みんな一緒。ああ、そっか。さあ、スイーツ食べながらいろいろお話ししましょう。ののちゃんの好きなこと、叶えたいこと、いろいろ。それから事務所に戻ってキッチンで一緒にお菓子作りだよ。私たち何でも手伝うからね。はい。内気で臆病な見習いの魔女っ子が好きなものは、静かな森やそこで静かに暮らす小動物たち。先輩魔女っ子たちのお手伝いもあり、無事に出来上がったのは森のリスたちが大好きなナッツがいっぱいのタルトでした。決して派手ではないけれど、とっても優しい味をしています。こうして見習いの魔女っ子は先輩魔女っ子たちの力を借りて、立派にお菓子作りのできる魔女っ子の仲間入りをしたのでした。いよいよ5人のスイーツ屋さんのオープン日。お客さんは来てくれるのでしょうか。美味しいと言って喜んでくれるのでしょうか。とうとうやってきた開店の時間。息を飲んでお店に並ぶ5人の魔女っ子たち。ガチャリ。お店のドアが開くと、そこにはプロデューサーさん、おはようございます。お待ちしてました。こっちこっちですよ。さあ、どうぞどうぞ。不思議に思いますよね。さっき私たちが考えたスイーツの試作品が届いたんです。今日はそれでスイーツパーティーにしようって。一番に食べてほしくて、プロデューサーが来るまで開けるのも待ってたんだよ。もう開けてもいいよね。ののちゃん、よろしく。森久保、最悪。では開けます。オープンザスイーツ。みんなで考えた魔法みたいなお菓子。
店の人も難しかったみたいですけど、とっても頑張って作ってくれたとかで、すごい。本当に可愛くて美味しそう。お菓子の家はミニチュアで作ってくれたんですよ。ドーナツの木は食べられないけど、でもちゃんとドーナツの実がなってる。かわいい。どれもこれもとっても美味しそうです。もう待ちきれません。早くいただきましょう。はーい、皆さん、ミルクティーが入りましたよ。それじゃあ、いつものように乾杯しましょせっかくですから、今日はプロデューサーさんに掛け声をお願いしてもいいですか？う。それでは、どうぞ。乾杯！乾杯。美味しかったね。さすがプロの技だよ。自分ではあんなに綺麗に作れないな。私たちが考えたアイディアをしっかりプロのパティシエの腕で仕上げてもらえるなんて、私感動しちゃいました。みんなで頑張ったことや一人じゃ思いつかなかったことが形になるって嬉しいことですね。私こういう経験ってなかったのでとっても嬉しいです。みんなで頑張って考えて、レッスンして、歌って踊って、それにお菓子もちゃんと作って、楽しかったよね。チームワークも良かったし。5人のチームワーク。森久保も入れて5人で。今回はメルヘンの世界にも助けられちゃいましたね。歌の力を借りたら、いつもとちょっと風味が変わって勇気を出せたような気がします。これからも今回みたいに素敵なお仕事ができたらいいな。ファンのみんなにも歌やスイーツを楽しんでもらえるのが楽しみ。私もお店で私たちのスイーツと楽曲を見るのが楽しみです。この先ももっと美味しい世界やもっと刺激的な体験が待っているかもしれないと思うとワクワクしますし。楽しみ。これからもどんどんスイーツの輪広げていくよ。仲良しの子たちとも、初めましてのことも。じゃあ森久保もどこかの隅っこで隅っこ仲間を見つけられたら。全員が隅っこにいたら、そこって隅っこじゃなくない？あ、そっか。盲点。きっと出会えます。アイドルを続けていたら、いつかまた今回みたいな素敵な物語に。はい。こうしておかしなスイーツ屋さんは無事オープン。第1号のお客さんには満足してもらえたでしょうか。魔女っ子たちはこれからもずっとずっとお菓子を作り続けるでしょう。新しいお菓子が生まれるその日まで、新しい出会いがあるその日まで。いいえ、出会えたその後だってきっとずっとずっと
もしかしたら1人目のお客さんが6人目の仲間になるかもしれません。そんな魔女っ子たちの物語はひとまずここでおしまい。